おはようございます。ケンタビのケンタです。今日はウズベキスタンの首都のタシケントからブハラっていうところまで鉄道で移動したいと思います。では行ってきます。タシケントセントラルステーションです。中入ります。入り口はセキュリティチェックができそうですね。無事セキュリティチェックを越えて中に入りました。とてもなんか立派な建物です。中央のところから中に入っていくみたいですね。ここが入り口です。中入ります。お酒とかめっちゃ売ってる。お酒めっちゃ売ってんだ。朝食買いそうですね。ここで朝食買いたいと思います。朝食ゲットです。サモサとクロワッサンとコーヒーで65,000ソム、800円ぐらいでした。ちょっと高めかな。こちらの鉄道っていうことですね。20分前ぐらいですけど、もう到着しましたね。ホームがね、すっげえ低い。なんでこんなホーム低いんだろう。こちらの鉄道でブハラまで向かいます。6時間ぐらいの鉄道旅です。Yeah, 27. よし、乗り込みます。席はこんな感じですね。足回りも広々として、足掛けもいい感じ。サモサ冷めててあんま美味しくありません。出発です。ちなみにですね、チケットはオンラインで取ることができました。割と簡単に取ることができたかなと思います。座席指定もできるし、時間も選べます。で、寝台列車もあるみたいなので、寝台列車だと宿泊費が1日分浮くっていうメリットもありますが、皆さんの旅のスタイルに合わせて選べば多分いいと思います。車内販売でコーヒーと珍しくない車内販売のこのフルーツの盛り合わせいただきました。50ソムで両方合わせて600円ぐらい。まもなく途中のナボイ駅に到着するようです。途中ナボイ駅に到着です。5分ぐらい止まってナボイ駅を出発です。ここからあと1時間ちょっとの電車旅です。ナボイって書いてありますね。中央アジアの荒野が広がってます。無事ブハラ駅に到着です。時間通りぴったり到着しました。で、駅構内でヤンデックスを呼んでちょっとホテルに行こうかなと思います。無事タクシーに乗れました。2万ソムかな、200円ちょいぐらいで13キロぐらい走ってくれます。めっちゃ安い。ホテル到着しました。宿予約してないのでちょっと値段確認して泊まれるかどうか聞きたいと思います。先人たちのブログによると1000円ぐらいで泊まれるっていうことらしいんですけど、ブッキング .com 見たら3000円ぐらいになってて、1000円だったら泊まりたいけど3000円だったらちょっと違うところ考えたいなと思ってる感じです。なんと評価は 5.0 です。今日泊まる宿はこちらにしました。ごめんなさい、ちょっとフリッカー入っちゃってるな。50万スムって言われたんですけど、50万スムは予算を超えるということで違うところ当たりますって言ったんですが、予算内に収めてくれるということなのでちょっと高いんですけど、25万ソム、泊まらせてくれることになりました。おはようございます。今日はブハラの街を街ぶらしたいと思いますが、その前にですね、ウズベキスタンの通貨の紹介です。こちらウズベキスタンの通貨のスムですね。
今1スムが日本円だと 0.012 円なので、すごい分かりにくくて桁が大きいので、1000スムでだいたい12円、1番スムで121円なので、この1番スムがだいたい121円ぐらいの価値があります。一番大きい紙幣がこの10万スムで、これがだいたい1200円ぐらい。模様はなんか陶器ですかね。裏が陶器で、表は多分世界遺産とかの建築の模様になっている感じです。一応2000スム以下のスムもあるそうなんですけども、ほとんど流通してないと思います。ウズベキスタンの通貨はこんな感じ。ウズベキスタンはね、お釣りちゃんと用意しているような感じがして、大きい紙幣出してもそんな嫌な顔をされることはないです。あとクレジットカードが結構使えるので、現金はおやつ買ったりする時ぐらいかなと思います。レストランとかほとんどクレジットカードが使用可能だし、公共交通機関はクレジットカード可能、タクシーもカード払いなので、ほとんど使う機会がなかったです。ということで、この後ブハラの街ぶらに行きたいと思います。まずはこちらアルク城です。紀元前4世紀に建てられた城塞っていうことですね。ラクダがいますでかっ。ラクダってこんな毛ふさふさ？めっちゃなんか人懐っこい。いい子Thank you。 中に入ります。入場料は6万ソム、700円ぐらいです。クレジットカードも使用可能です。アルク城は政治と宗教の地として機能しており、宮殿や監獄、裁判所、モスクなどもあるそうです。あったそうですか。中はなんか街みたいになってますね。城壁が結構高い城壁が続いてます。中には祭殿みたいな大広間もあります。中央には玉座のようなものが置いてありますね。後ろにはイスラム教らしい美しい模様のモスクがあります。裏路地は狭くて城壁が高く、すごく雰囲気があります。ここを抜けるとなんかすごい味のあるドアです。おー、めっちゃ開けた。城壁はすごく広そうに見えて、案外狭かったですね。あっという間に外に出ちゃう。少し逆光ですが街を一望することができます。ただいまの気温は7度ぐらい、ちょっと寒めです。割とあっという間に見終わってしまいました。アルク城でした。続いて歩いて行けるところにカラーンモスクっていうのがあるらしいので、そっちに行ってみます。アルク城、横も不思議な形してます。丸く出っ張っている感じ。なんでこんな形なんだろう。こちらアルク城から歩いてこれるカラーンミナレットです。カラーンミナレットのカラーンは偉大なという意味らしくて、ウズベキスタン最大のモスクということです。なんと収容人数1万人ということらしいです。この隣にはカラーンミナレットがあります。こちらは高さ48メーター。今逆光で真っ暗。このカラーンミナレットとカラーンモスクがブハラの象徴的な建造物ということです。こちらもイスラム教建築らしい美しい装飾が細やかに施されております。カラーンミナレットと、こちら後ろにはポイカラーンというモスクがあります。モスクなので服装の制限があります。冬場は問題ないですが、夏場はお気をつけください。
中はこんな感じで大きい広間があって、すごく気持ちがいいところです。イスラム教のモスクは青いタイルが本当に美しいです。これはもしかしたら今日の礼拝の時間が記されたものかもしれないです。反対側からカラーンミナレットです。でかい。ただでかいだけじゃなくて、塔そのものに模様が全部施されていて、寸胴ながらすごい美しい感じがします。こちらは夜のライトアップも綺麗らしいので、夜にまた来たいと思います。お土産屋さんがありました。ナイフやなんかアンティークな南京錠、あとはコウノトリのハサミ、これがなんか名物なんですかね。アンティーク商品がすごい充実している。アンティーク、すごい重い。アンティーク好きにはたまらんですね。まさかお土産ストリートみたいな感じですかね。おしゃれ。すごい雰囲気のいいスパイスショップがありました。なんだこれ、めっちゃなんかおしゃれな感じですね。昔ながらのスパイスショップ屋さんって感じ。中世に迷い込んだ感じがします。でも店員さんがいない。こちらも2つメドレセでございます。すごい迫力。こちら道中にあったアブドゥラジズハーンメドレセというメドレセです。なんか模様に黄色とかピンクとか使っていて、ちょっと雰囲気が違いますね。可愛らしい感じのメドレセです。すごいいい感じの裏路地。コーヒーの看板が渋いっす。この辺りには猫ちゃんが結構いますね。お昼ご飯はこちらで食べようかなと思います。ただやってるかな。ちゃんとやっておりました。お客さん少なめですが、ちょっと高級店っぽい雰囲気ですね。ちょっとランチだけど我慢できずビールを頼んでしまいます。ハーバストのスペシャルというビールです。いただきます。この間飲んだサーバスとよりもちょっと酸味がある感じで、飲みやすいビールに変わりはないんですけども、よりちょっとコクがあるかなっていう感じがします。の吹きました。美味しそうでございます。一口ごとにね、味が違くて、肉の塩気とフルーツの甘みと優しい酸味が毎回の絶妙な組み合わせでハマっていって、すごく面白い料理です。ここはそんなに脂っこくなくて、どちらかというとさらっとしてる感じでトロフかなと思います。美味しい。ごちそうさまでした。めっちゃ美味しかったです。今チョールミノールメドレセっていうところに来たんですけど、場所のイメージが全然違くてびっくりしました。そこに出てきます。そこにあります。こちらチョールミノールメドレセです。チョールというのは4つの、ミノールっていうのがミナレットということで4つの銅という意味があるらしいです。でこちらのチョールミノールメドレセは装飾らしくて、実際のミナレットとは違うらしいです。でウズベキスタンの中でもデザイン的にはやっぱり異例らしくて、確かにちょっとねデザイン性が強い感じがします。なんか下はちょっといい感じのベンチとか庭になっていて、とても気持ちいいですね。
なんか歴史を感じさせる壺が置いてありますね。中には入れないようです。すごい装飾が施されててすごく綺麗ですね。そしてこのアンティークな鍵がまたいいですね。ブハラは古都っていうだけあって、旧市街地は本当に狭い路地とレンガ造りの伝統的な建物とかあって、ものすごい歴史を感じますね。ここもすごい土壁ですね。藁が練り込まれてる。すぐ崩れちゃう。へえ。こっちもずっと土壁だ。そして裏路地は本当に誰もいなくてすっごい静かです。こちらナディール・ディバンペギ・メドレセという、こちらも神学校の一つですね。イスラム教のデザインには珍しく鳳凰とかが描かれてます。ヤビハウズ複合建築群の池ですね。ヤビハウズとは池のほとりという意味で、この人工池のほとりにある建築群ということでこの名前がついているそうです。にしてもいい雰囲気。池は少しだけ薄い氷が張ってますね。カフェとかもあるので少しゆっくりすることができそうです。でも休んだばっかりなので特に寄りません。お土産屋さんも結構あります。なんか可愛らしいバッグもあるし、しかも安い。4万ソム、450円ぐらいですかね。トートバッグとかも売ってます。結構ね、生地もしっかりしてるからちゃんとしたやつですね。ハンドメイドかな。割と洋服とか伝統的な模様が好きな人は楽しいかもしれない。本当に街並みが素敵ですね。毛皮製品をやっぱりたくさん売ってます。かなりしっかりし、重いな。帽子とかも可愛いね。この帽子、毛皮の帽子です。8万かな。歴史を感じさせる街が本当に美しいです。それでは一回ホテルに戻って夜また出直したいと思います。夜になりましたので、カラーミナレットとカラーモスクのあるところまでやってきました。行きますよ皆さん。超綺麗です。じゃーん。モスクはブルーに、入り口のところは赤にで、カラーミナレットは黄金色に輝いております。イスラム教建築の夜のライトアップがこんなに綺麗とは思わなかったです。はい、ということで、綺麗なのでここで動画を終わりにしようかなと思います。本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。ぜひいいねとチャンネル登録、コメントもよろしくお願いします。それではさようなら。